こんにちは。ロスト&ファウンドの北山です。ロスト&ファウンドは忘れられてしまった大切なものが見つかる場所です。長く愛用できる日用品を数多く扱っております。本日紹介させていただきますのは、アレッシーの鍋のコレクションになります。アレッシーなんですけれども、1921年にイタリアのオメーニャという地域でですね、創業した金属製品を作っているメーカーになります。もちろん皆さんご存知かもしれないんですけれども、オメーニャという地域はですね、やっぱり鍋を作ることが非常に盛んで、そういった背景もあり、今回鍋取り扱いをさせていただいているんですけれども、その金属製品だけではなくてですね、1970年代以降はですね、建築家であったり有名なデザイナーさんとのコラボレーションをしながらですね、いろいろなプロダクト、レモンスクイーザーであったり、ワインオープナーであったり、いろいろなものを生産していて、今ではもう本当に世界で皆さん知っていらっしゃるようなブランドになっているという形です。今回鍋選ばせていただいてるんですけれども、この鍋のコレクションもですね、アレッシーとですね、ジャスパー・モリソンというデザイナーさんです。イギリス人のデザイナーなんですけれども、のコラボレーションからできた商品になっております。ジャスパー・モリソンさんに関しましては、実は2004年にですね、母体である日光とですね、イデーさんというインテリアのお店とですね、コラボレーションをしてですね、酒器、酒マスターという酒器と、茶器、ティーマスターという茶器をですね、リリースしたりしているので、なんとなく親和性というか、我々の中でも近しい存在にあるデザイナーになっております。で、今回ジャスパー・モリソンさんのデザインに関してなんですけれども、非常にやはりシンプルかつ、実用性のある、仕上がりになっております。実はこの開発秘話のところでちょっと読んだところがですね、アレッシーのデザインチームとジャスパーさんの方で、やっぱり自分が本当のプロのシェフになったつもりで商品を作っていたといったところで、じゃあシェフだったらどういうところに気がつくのかなとかっていう会話も織り交ぜながらですね、握った時にできるだけ手が痛くならないようにであったり、こういったスパチュラをさっと刺して蓋を取れるであったり、本当に機能的であり、使いやすさっていったところを重視したコンセプトになっているかと思います。で、素材の仕上げに関しましても、表面、外側に関してはすごいポリッシュですごいキラキラした、仕様になっていて、中に関してはおそらく使うからなのかもしれないんですけれども、ヘアライン仕上げといって、マットな仕上がりになっていて、二面性が見えるようなデザインになっております。で、一番機能的なところでの特徴はですね、この底面にありまして、この底面の中に、アルミニウムが入っているんですね。で、ステンレスとアルミニウムとステンレスっていうことで3層になってまして、その3層にすることで、保温性と、熱伝導率ですね、の速さといったところの両面をうまく作り出している鍋になっております。全部ですね、フライパンも、ソースパンだったり、すべての商品がガスであったり IH も両方対応可能となっております。これ3層になっているので若干重さはどの鍋もあるんですけれども、その重さがですね、ちょっと高級感を醸し出しているような、ところもございます。はい、で、今回ですね、コレクションとしてご用意してますのが、フライパン、サイズも3種類ですね。あとソースパンが2種類ありまして、キャセロールがですね、ちょっと高いものと低いものと、ご用意あるんですけども、高いものの方が小さいのと真ん中と大きいタイプ。あと、低いものがちょっと幅広になるんですけれども、2タイプ。あと、ストックポット、寸胴ですよね。こういったかなり業務用でも使えるようなものになるんですけれども、そういったものもサイズが2つとありまして、あと、これのサイズに対してですね、1つずつ蓋が別売りになってますので、蓋も6種類ご用意をしているといったところで、かなり幅広いコレクションになっております。おそらく日本の国内でも、これだけのアレッシーの鍋を取り揃えているお店では他には
ないんじゃないかなというふうに思っております。実際の使用感についてなんですけども、実は私、こちらのお鍋を持ってキャセロールを持ってまして、主に私はカレーを作ったりするんですけれども、実際これの鍋の良さっていうのが、炒めますよね。炒めたものをそのままじっくりと煮るってこともできると。で、先ほど言った3層構造になってますので、非常にこの底の部分の熱が均一に保たれるんですよね。なので、熱のムラがないという。焼けるところも煮るところもムラができてしまうとやっぱりちょっと良くないと思いますので、そういったムラがないっていう仕上がりも一つこの鍋の良さなんじゃないかなと思っていて、その鍋の良さをうまく使えるのって結構カレー炒めてから煮るみたいなところも大きいので、そういったところも非常に我が家では活用させていただいてます。あと時たまご飯を炊くこともあります。土鍋なんかでご飯炊きますとおこげなんかできてしまいますけど、そのおこげがいいっていうパターンもありますけれども、この鍋先ほど言ったように、熱が均一になるので、あまりおこげというか、硬いところができにくいような感じにいつも仕上がってくれますね。しかも、炊き上げも結構時間が短い感じがしております。他の、土鍋等々でやるよりですね。そういった意味では時短にもちょっとなるのかななんて思ったりします。こういった横に広がっている鍋ですと、ちょっと私も先ほどスタッフと話していたんですけれども、なんならすき焼きみたいなこともできたりするんじゃないかな。もちろん普通の鍋としてお使いいただくのも一つなんですけども、すき焼き、やっぱり先に肉を焼いて割り下を入れていくんですけども、その肉の脂であったり、そういったものもうまく割り下に絡めていただけるような感じにもなるのかなとも思いますので、ぜひちょっと使っていきたいなという気もしております。あとこういった大きな寸胴、まさに業務用であったり、家庭であっても業務用であってもですね、この佇まいって結構どこにでも収まると思うんですよね。そういったところで、これ業務用で、例えばパスタ、大量のスープであったり、そういったものを作るのに使っていただいてもいいと思いますし、ご家庭ですと一つ小さいサイズもございますので、お使いいただければと思います。またフライパンですね。フライパンもやっぱり炒めるもの、ちょっと大きさの見え方ですけども、炒めるものに対して3タイプございますので、本当に小さいめのものですね。卵焼きとか、そういったものでしたら一番小さいタイプ。あと本当にステーキとかそういったものであれば、これぐらいのサイズ。こちらのサイズが24センチです、になりますので、こういったサイズのものをお選びいただく。で、先ほども言ったように、そこが3層になってて重いので、フライパンを振るっていう形ではなくて、もうじっくり焼いてもらうということで、お料理いただいた方がいいかなと思います。我々使っているタークの、フライパンなんかも振らずにそのままじっくり焼くというスタイルなんですけども、そのようなスタイルと同じようなものになるのかなというふうに思います。だだだと説明してきてしまいましたけれども、いくつもタイプがございますので、お家に合わせたり、キッチンの収納のサイズに合わせたりしていただいてですね、お求めいただきたいなと思っております。店頭でも、もちろん展開あるんですけども、オンラインショップでも展開をしておりますので、ぜひご覧ください。詳細に関しましては、概要欄の方にアップしておきますので、ご確認いただければと思います。今回はアレッシーの鍋のコレクションですね、をご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。